レギアタウン先生のオタク FM ミニ。皆さんこんにちは。イケメン悪魔調教ゲームオベイミガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。さあ今年に入ってサイドキャラクターたちのキャラクターソングの配信が続々と始まっていますが、留学生の皆さん聞いていただいていますでしょうか。この番組ではキャラクターソングを歌ったキャストを迎え、その歌の魅力を一緒に深く掘り下げていきたいと思います。ということで第5回のゲストはこの方です。どうぞ。人間館代表の留学生、そしてミステリアスな知恵の魔術師ソロモン役の川田和樹です。はい、よろしくお願いします。ここに来るまで長かったようやく来た念願もうこの席立たへん。いや待てエンジン全開すぎるでしょ。ここを対の住みかとする。エンジン対の住みかにしないでください。さっさと出て行ってほしいぐらいの。もう誰が出ていけや一生おる言うてんねん。一生おらんでええねんこんなところに。ようやく話せますね。そうですね本当に。いやまさかねもう初めましてになるとは思わなかったですね。ここがこの密室がね、いや密室がねすれ違いを続けてきましたけども、今までその収録のタイミングもちょっとずれてたりして挨拶とかはあったりね、けど個人的な話がないから今日はだから加田さんのことを丸裸にする時間でしょ。ちょっと待って、ゲストあなたですよねゲストが僕を丸裸にしに来てるんですか。このオタク FM ミニっていうことは、うっすら聞いてるんですけど、ルーク役のおかきさんからは、今日は対決やと。そうですよね。なんか煽ってきてるんですよねなんやねん対決と思って。いやでも確かに僕にとっても川田さんはソロモンと一緒でミステリアスな存在やったわけなんですよ。僕が？そうですよ。どこがってどんな存在やねん。すっぽんぽんですよ。すっぽんぽんできてるんですか今全てをさらけ出してきてくれてる。そう、心も身も宮城服着てるわ全然すっぽんぽんちゃいますけども。安心してください。いやでもねなんかいろんな面を持たれてて、で川田さんってどんな人なんやろうなって思いながらいたんですよ。で僕にとってはこのオタク FM ミニ、サイドキャラクターたちの、たくさん来てくれましたけども、言うてみれば最後に登場してくださったわけですよ。大鳥？そうです。ラスボスです言い方よ。ラスボスもう今の多分 P 入りますよここわかんねや。多分 P 入るかもしれないですけどもね。いやでもどんな人かなってドキドキして、でも楽しみでもあったんで。いやそれはこちらこそですよ、オタク FM も聞いてくださってたんですか？いやもちろん。でもやっぱその聞いてると、僕普段ね、ラジオでも DJ として喋ってるんですけど、そうですよね。なんかね声の持つイメージと実際会うイメージっていうのはやっぱ違うから、加田さんとか、なんかすごいひょうひょうとしてる声のイメージがそうですか。そうあるし、やっぱキャラ的にもレビアタン的にもこう本当オタクで好きなことはわーって喋るって感じがするけど、そうですね。なんか王子様待て初めて言われたわ。端正でそのままそっくり返しましょうか僕もそんなイメージがありますけど。僕ですか？はい。いやそんなことはないですけど。王子様やなと、いろんな王子様やなと思って。いやそれ僕は別にいろんな王子様というかあれでしょ、海辺のでしょ。いや海辺もそうやし、今 DJ っておっしゃったでしょ、僕 DJ っていう言葉なんて使ったことないですもん。なんて言うんですか？パーソナリティ。いや言い方でしょパーソナリティ。いや彷彿させる何かをやめなさい。秘密道具的な。やめなさいそういうことを言うのは本当に。いやラジオ DJ っていうのは名乗ってね、かっこいいですね。いやそんなんでもだからその川田さんからね、その普段担当されてるじゃないですか、そういうラジオ DJ もされてるじゃないですか、どんな目で見られてんやろ俺っていう気持ちでいつもね戦々恐々としましたね。オタク FM を聞いて。そうですへえ。ハッシュタグオタク FM2 回言えてなかった。やめろ完全にダメ出し目線や。いやそんなことはなくて、別にねこの仕事してて言うのもなんですが、別に噛むっていうのは人間だから仕方ないの。そうですね。けど、なんかすごく素敵だなと思ったのは、なんかアイムさんとかもなんかその関係性がすごく見える。本当にそう2人がリラックスして、今ね僕たちもこうブースで撮ってますけど、じゃなくて加田さんの家でなんかこう
人をダメにするクッションとかに座りながら喋ってるような。なるほど。川田さんそれプロとしてダメじゃないですかプロの現場ちゃうやないか。そういうので僕たち聞きたいから、プライベートな部分みたいなところですよね。キャラクター同士の絡みも知ってるし、けどその人たちがどんな人なんだろうと思ったら、本当に仲いいんだって思ったり、ゲームの話とかね、普段のとこもちょっとチラッと見えたりする瞬間が、こっちはドキッとするわけ。ドキッとするわけ。合格よあなた。ありがとうございます。あなたもうこれからパーソナリティじゃないよ、ラジオ DJ と名乗りなさい。パーソナリティって悪化した悪化しとるから、ほんま。まあね、そう言ってね、そういう風になんやろ、見ていただけてる、なんかいい部分を捉えてくださってるのはありがたいですよね。さすがですよね、人を褒める天才。そんなことないですよ。でも人を褒める天才っていうのはね、分かるんですよ。もう人一倍褒められたい人なんですよ。ああ、なるほどね。だから今褒めながらね、僕めちゃくちゃ受け身のポーズしてますもん川田さん、褒めて褒めて褒めて。褒められ慣れてるでしょ。慣れてないの。嘘や。いじられ尽くされ、もういじられ尽くされてる度合いで言えば、負ける気しないですっていう対決なのかな今日は。うわ、どんな対決やねん。いじりいじられどんな対決やねん。しかも多分こうやって喋ってるじゃないですか、3分の1カットされますよ長いねんこいつだって言われて。恐ろしい。でそこでパッとスタッフさんの顔見ようと思ったらね、めちゃくちゃ怖いお面かけられてるの。そうですよね、ブース内にね何このなんかこっちを圧迫するかのようなね、なんかもうこのお面からもうはよ次行けって言われてるかのようなそうね、そんな圧を感じますけど。行きますよ。まあ今回ね、本題に戻しますけども、ソロモンのキャラクターソング「Our Destiny」、この収録後にお話を伺いしてるんですけども、川田さん実際歌ってみてどうでしたか？いやこれさ、多分加田さんと僕、曲のイメージ一緒やと思うんで、せーので言いません？いきますか？いきますよ。せーの、おしゃれ。ほらそうでしょこれそうなのよ。だから本当に初めてもうタイトルまだ決まってなかった段階で、曲のメロディー、で後ろのトラックっていう音楽と歌詞と届いて、聴いた瞬間最初にタララララララっていうシンセサイザーの音が入ってて、いやおしゃれか。いやおしゃれか確かにおしゃれ。そのもおしゃれか。でメロディーもすごくなんていうか、それこそソロモンの持つ、なんだろう、さっき言っていただいたようなちょっと王子様性もそうだし、ひょうひょうとしてるけども、で今回僕が歌ったことで、ちょっとね感情が入る瞬間があったの。感情が入る瞬間、特に2番のね歌詞のところで、ちょっとそこの歌詞のところにね感情がグッて入ったのよ。なんかそこは僕の感情でもあるけど、ソロモンの素の部分とか、ソロモンが本当に好きな人にはこんな表情でこんな声出すんかなみたいなのをなるほどね、ちょっと思った。川田さんさすがですね。いやこの曲のどうでしたかって聞いた時に、褒められる時間や。今までのサイドキャラクターの皆さん、まずいや歌って難しいね歌ってこなかったいやしんどいみたいな感じのちょっと待って、これところがあったんですよ。愚痴を言う場所懺悔室。ここまず第一声はだいたいそれから始まるただ川田さん、まず曲の感想、曲のがおしゃれとか、そういったところを捉えてくれたじゃないですか、初めて。いやさすが。いや嬉しい。さすがやし、しかもこれたまんなかったですね。僕もその収録聞かせていただいてたじゃないですか。なんやろ、あれこれもう CD 音源っていうのが一回歌っただけで流れてきて、もう乾杯、みんな乾杯。最後の最後にどでかいもん持ってきたな川田さん。もう今日褒められた分であとね7日は何も食べずに生きられます。1000人かなんかですか水と褒められをね食べて生きてんのよ。だからそんな痩せてるんですかみんな褒めてあげてもっと。いやでもねなんかね、今回すごい嬉しかったのは、僕にとってもSNS もおべいみーのファンの皆さんってめちゃくちゃ温かくて、でみんなすごいねなんかファンアート書いてくださったり、あとメッセージ届けてくださって、その中にソロモンのキャラソング待ってますっていう声をすごいいただいてて嬉しいね。でそれも僕なんか音楽を大学生の時、高校生の時からずっと音楽をやってて、でアカペラをやったり CD を出してみたりとかもしてて、だからこそアイさんが歌ったシンフルインダルジェンス、そうを僕ねアカペラとジャズでカバーしたんですよ。聞きました。
聞いてます。あれ趣味で。趣味でしょ。趣味のレベル違うんですよ。でもうキャラソング回ってこないことが待ちきれなくなって、趣味でやっちゃって、だからそれもあったからなんかここのブースにね来た時になんかようやくかと思ってちょっとねすごい嬉しかった。感慨深いもありました。ここに来てなんかそれがね、その学生時代から音楽やってたのも、大学生の時本当に就職せずに歌手になろうと思った時期があって、1年ぐらいでずっとその曲を作ったり、ジャズ勉強したりとかをしてたから、歌手にはなれなかったけど、すごい何年も経ってソロモンがちょっと夢叶えてくれたような気持ちになって、すごいです。繋がってるもんですね。そう、なんか人生って素晴らしいなって思ったし、だから僕はそのソロモンにすごい大切なもので、そのオベイミー応援してくださる皆さんにもらったから、なんか恩返しじゃないけども、この歌聞いてソロモンのことをもっと好きになってもらえたらなって思った。うわ、もうこれ曲聴いた方に、この思いを全て伝えたい、川田さんがだって歌った時に全部その感情が乗ってたんでしょうね、歌に。そうだから歌詞にねマイディスティニーじゃなくて、アワディスティニーって、アワディスティニー、そう僕たちのやから、やっぱプレイしていただいてる皆さんも含めてね、なんか一連卓勝これから一緒にねなんか新しい夢を叶えていきたいなって思ってるんですよ。いやこれなんとかして曲聴いた方にもう全部の方にこのオタク FM に届けたい。もうじゃあ曲の最後に全部くっつけるこれ。ありやな。いやなしや何この曲25分みたいな。なんでアルバムの一番最後のボーナストラックみたいな感じのなってんで、そんなもん。なんか CD で再生できず容量の問題でDVD になってるどっか撮ってくれてないかなみたいななってますけどね。いやでも本当にそんな思いがあったからでしょうね。僕も聞いた時にすごいいい曲やし、川田さんの歌ってる姿っていうのも素晴らしいって思ってたんですよ。だからそういう思いが全部乗ってたからこその歌唱になったんかなっていうところは今聞いて感じましたね。外の感じ、そのブースの外、スタッフの皆さんとかミキサーさんとかエンジニアさんとかね、たくさんの方いらっしゃって、でちょっと僕は加田さんに今確認したいんですけど、聞きましょう。一瞬、この子遊べるなっていう声聞こえた気するんですよね。なんか途中からかっこよく歌ってウィスパーに歌ってから、ちょっと歌姫てとか言って、なんかあれはちょっと遊ばれて。川田さん、違うんです。今までいろんなキャラクターソング収録されてきたじゃないですか。この人答えれる人やなって思ったそういうこと、答えれる人やぞ。よかったよかった、遊べるっていうのは多分言葉の使い方の問題であって、なるほど、この方は何言ってもできるから、いろんなパターンを試させてもらえる人やと。ちょっと加田さん僕の一生通訳になってもらえませんか。通訳もうサッカーの監督みたいに横に立ってずっと褒め言葉に変えてほしい絶大な信頼のもとに、そういう言葉の表現をされてたんですよね。でもなんかそういう意味でもいろんな人の遊び心が入ってるっていうことかな。でそれをうまいことミックスされて、で流すたびに、めっちゃいい完璧っていう言葉が外で溢れ返ってました。いやーなんかこのオタク FM ちょっと楽しいな本当に対の住みかにしようかな。いやするなするな、ベッドはここに置いて僕はもう出ていきますけどねお一人でみたいな。それだけで。そうですか。いやでも本当にね、僕はそれを聞きながらね、いやめっちゃすごいな、素晴らしいなって思いながら、この後この人とラジオ撮んのかって思ったら僕は小さく震え上がってましたそんなことない。どんな人なんやろって思いながらやってましたから。けどここまで喋ってどうですか。そうですね、とても温かい気持ちで、そして楽しい気持ちやから、この時間が終わらなければいいなと思ってます。ちょっと目が泳いでますねそんなことないよ。そんなことない。さっきの古代の仮面の方見てませんか怒りの仮面を。いや見てへん見てませんか。じゃあ逆に川田さんはここまでやってきてどういう風に感じてますか。加田さんね、やっぱりそのなんていうかこうラジオ DJ っていう仕事とか、このオタク FM っていうのがね、なんか任務を遂行する人もきっといると思うのよ。こう今手元には原稿があって、そうですね、その原稿通りに進めるっていう方もいらっしゃって、それはそれで素晴らしいけど、加田さんはそこからはみ出てでもいろんな人のなんかこう個性を引き出そうとねやっぱそこすごい。
もう本当にやばい、気持ちいいな今日。すっごく気持ちいい時間やけども、まあそうですね、もう原稿話してますからね誰も何も見てない。誰も何も見てなくて何この対談みたいな状態になってますけども最後肩組んでサライ歌って終わりたいですね。いやいや桜吹雪ちゃうねほんま舞い散るかほんま。いやでも楽しい時間やな。多分ね、最長になりそうな予感してますね本当ですか。収録時間的には。オタク FM 短いというお声もいただいてると噂ありましたけども、ね、僕らでねそれを食い止めようと思って大鳥という名前をいいことに最後やからいいやろうという、いいやろうと、まあ初対面やからねこれだけ話すっていうのもね、許していただきたい気もしますけども、なんかこれから一緒にね、こんな話もそうですし、なんかキャラとかでもね、そうですよ、なんかいろいろと面白いこと一緒にしたいですね。そうですね、本当にだって7兄弟とは、もう僕よく会ったりもしますけども、サイドキャラクターと会う機会っていうのがなかなかなかったりするじゃないですか。キャラクター同士はありますけども、僕らVA 声優同士なかなかないっていうのはあるから、そういう機会をもっともっと増やしていきたい。増やしていきましょう。増やしていきましょう。僕らの決意がどこまで届くかわからないですけども外に向けて訴えていきましょう。訴えていきましょう。訴えていきましょうはい、そろそろ終われという仮面の圧迫を感じるので次進めましょうか。このソロモンのキャラクターソングって全然キャラクターソングの話後半してへんからいつしたっけな。いやもうこの素晴らしい楽曲、もう川田さんのね熱い思いがね、たくさん入ったキャラクターソング Our Destiny、 こちらは各音楽配信プラットフォームで配信中ですと。詳しくは公式 Twitter や YouTube の公式チャンネルなどでご確認くださいと。お送りしてきましたレビアタン先生のオタク FM ミニ、そろそろお別れのお時間でございます。あらま、いかがでしたか川田さん。いや楽しかったし、なんかね、次オタク FM じゃなくてサカナ FM っていうのにして、次やりたいですね。自分のテリトリーに巻き込んでいくやめてもらっていいですか。僕のもう一つの夢、歌を歌うっていうことともう一つの夢は、海が嫌いなソロモンをやってる、魚好きな僕ソロモンを魚好きにするっていうプロジェクト僕の中でね虎視眈々となるほどね、やってますので、もうキャラクターをもう自分の、領域に逆に引き込んでやろうと引き込んでやろうという、もう声優の風上にも置けない。いやけどここのねメイミーのスタッフの皆さんすごい愛あふれる方で、そうですね、キャラクターだけじゃなく僕らの個性とかも、なんか拾ってくださって、それがなんかいい感じにオンリーワンのキャラになってる。だから多分次は魚 FM やとしたら、魚っていう冠はやめた方がいいと思いますよそうか、もう関係ないからベイサイドステーションからお送りしますみたいな。なんでやねん魔界どうしたここ切られんねやろうな魚 FM って、せめてソロモンの FM でしょ。ほんまですね。待ってそうやったらレビアタン先生の FM どこ行くの。やめろレビアタン先生のオタク FM は不滅です。不滅でございます。不滅ですと言っておきます。長々とねおしゃべりしてきましたけども、この後書き下ろしのストーリーを僕と川田さんが読み合わせなしの即興劇として演じる嘆きの館劇場、こちらの収録を予定しておりますけども、こちらはどうです？もうね最初はドキドキでしたけど、こんだけ話したんで、この話のグルーヴがねきっと収録にも出ると思います。もうオーディオドラマでもちゃんとグルーヴしてしっかりマッチしていきますかね。マッチしていく。ただ皆さん言いときたいのは、こんだけコテコテの関西弁で喋った後の2人がしっかりキャラに入るから、その高低差で耳キーンってなると思いますそこだけ唾ごっくん飲んでください。耳抜きしてもらってね、ちょっとびっくりするかもしれないですけども、そちらも楽しみにしていただきたいと思います。今回のお話はOur Destinyに収録されたオーディオドラマソロモンクイズ、こちらの後日談っていうことなので合わせて楽しんでいただきたいと思いますけども、でこのソロモンとレビアタンの即興嘆きの館劇場はゲームアプリ内のサブスクリプションサービスアクゾン VIP メンバーシップにご加入いただくとご覧いただけます。よかったらそちらもチェックしていただきたいと思います。お願いします。非常に残念ではありますけども、ここで川田さんとのオタク FM ミニも終了になりますけど、今回をもちましてレビアタン先生のオタク FM ミニ一旦終了となります。あらま、大人気やのに終了となりますよ。これはね、あれですよ、皆さんからの反響次第ではってやつもありますので、そうなんですね。ぜひ皆さん SNS の方で、発信してください。面白かったとかね、ぜひ、この2人の会話もっと聞きたいとかね、そういった感想をいただければ、
復活もあるんじゃないかな。ある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 、ね、もう幾度となく幾度 2,3 回ですけど、復活してきたこのオタク FM ですから不死鳥ですからね。そうですそうです、蘇る、また蘇る蘇らしてください、皆さんの手で。今度はまたサイドキャラクターの皆さんも、もう本編オタク FM 本編に来ていただいてがっつりおしゃべりしたいかなと。これ以上やった。もっともっと濃厚なお話を。濃厚で、はい、で今度こそね、そのソロモンとレビアタンの関係のお話とかもねたくさんできたりとか、裏話もぜひ皆さん反響待っております。はい、このサイドキャラのキャラソンっていうのが、第5弾で一旦終了するんですけども、サイドキャラのキャラクターソング、誰が良かった、ここが良かった、どんな曲が好きやったっていう感想もね、合わせてお届けしてもらえたと。そうそう、なんか推しのキャラクターのね、やっぱりそのキャラソンとキャラの、なんかそれこそキャラクターですよね、性格とかもすごい音でマッチしてるんで、ここが良かったとか言われるとね、めちゃくちゃ嬉しいし励みになりますから。励みになります、みんなもうこの懺悔室で愚痴言って帰ったらしいんで。懺悔室で楽しくやりましたよ、楽しくやりましたけど、愚痴というか、自らの歌の反省点とかね、そういったところとかね。それは懺悔室や。あ、そうやなでも楽しかったってみんな言ってましたからね。本当に楽しかったんで、ぜひね、またこういう機会楽しみにしております。はい、ありがとうございます。ということでレビアタン先生のオタク FM ミニ、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とソロモン役の川田和樹でした。またねー。最後最後よ下向いてたわ。せーの、またねー。ガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。イケメン悪魔調教ゲームオベイミーの魅力をもっともっと世界のラット留学生へ届けたい、そんな思いでお届けする萌え萌えキュンなウェブラジオオタク FM シリーズは、アプリオベイミー内のデビルチューブや YouTube のオベイミー公式チャンネルでアーカイブ配信中です。さらにアプリオベイミー内のサブスクリプションサービスアクゾン VIP メンバーシップに加入いただくと、オタク FM 本編ではオンエアされなかった未公開トークも聞けてしまうので、こちらも合わせてぜひお楽しみください。